ご視聴ありがとうございます。今回は2024年良かった道具の紹介2回目をお伝えします。1つ目、スナップオンのシャンクドライバー TM9CSA。 シブイチのエクステンションにグリップをつけたような道具です。昔から欲しかった憧れの道具。ずっと値段で納得できなくて買ってこなかったのですが、昨今の値上げラッシュが怖くなり、とうとう買いました。スナップオンはハードグリップがなくなるかもなんて言われていますから、結果買って正解だったかもしれません。普段はドライバー型で使って、トルクが必要な場面ではお尻にラチェットなり取り付けてブーストをして使います。気軽に使える良い道具。全長はちょっと長めな 254mm。 他社からもグリップ付きエクステは数点発売がされていますが、この長めなサイズってないんですよね。作業の初めにラチェットと一緒に出しておいて、早回ししたいところでラチェットから切り離して使ったり、低トルク作業が続く場面ではこれ単体で使ったりしています。ビット工具も同じような使い方をしていますが、これはソケットの付け外し、特に外しが楽なのでメリットを感じるっすね。油にまみれた作業をしていますと、その違いは顕著で、ソケット工具はここ指をかける箇所が必ずできますから、外す際にストレスがありません。バイクや車整備で使ってますと手ぬめってることは多いですから、こっちが使いやすいことはあるっすね。1点、グリップの形だけは使っても慣れることはなかったです。どうも手に大きいのか太いのか、早回しがやりにくく感じます。使っていて楽しくない瞬間というのがふとあるのです。同じ形のグリップを削ってみたらそこそこ使いやすくなりましたので、これもそのうち加工をしてみようと考えています。スナップオンの TM9CSA。 シブイチ工具を気に入っている方には結構おすすめ。用途に合いそうでしたらお試しください。2つ目、ワールドインポートさんのトルクレンチ。正式名称はちょっと長くてプッシュスルースプリットビームトルクレンチです。これは話題性で選びました。かなり売れているみたいです。板バネ式なんて言われるトルクレンチで、同タイプではスタビレーのが有名ですね。特徴はトルク設定の速さ、簡単さです。こちらのレバーをパチンと開けて、中のダイヤルでくるくる設定をしますが、ご覧の通りスルスルと動きます。細かい説明は省きますが、板バネ式はバネ部分に対して実際にネジを回してトルクをかける際にしか力がかかりませんので、トルク設定するときに力がいりません。力がいらないから設定までの時間も短くできる。最小から最大まで設定値を変更するのに必要な時間はわずかに数秒です。一般的なコイルバネ式のトルクレンチと比べると10分の1ほどの時間で完了。疲労感も全くないですね。また使い終わっても設定トルクを戻す必要がありません。これも疲労感軽減に貢献しますし、保管に気を使う必要もなく、よく使う値に設定しっぱなしておくことも可能です。もう一つの特徴として、プッシュスルーという名前の通り、ヘッドのドライブの部分、スクエアを押し込むと反対側に飛び出します。これにより左ネジにも対応が可能。他社品でも左ネジに対応するものがありますが、ヘッドが別部品化してコストアップになっていたり、ラチェット部分を分解して反対向きに組み直す手間が必要だったりいたします。これはスクエアを押し込むだけ。トルク設定と同じく短時間で済みます。そして特筆すべきがこのお値段。一般的なトルクレンチと変わらない価格で購入ができます。板バネ式のトルクレンチは高価になりがち。このお値段で板バネ式を試せるというのは良いことですね。トルクの精度はスペック上プラスマイナス 4%。体感的にはもう少し広そうかと感じてます。特にレンジの加減はばらつきが大きく、またクリック感がだいぶ薄れてしまうので、過失誤差を誘発し 10% 以上ずれてしまうこともあるっすね。40から200ニュートンのレンジであれば信じて使えるのは下側55ニュートンからって感じ。メモリも5ニュートン刻みとアバウトですから、きっちりと厳密に使いたい場合は向かないですね。レンジ加減の扱いの難しさからトルクの感覚を養う目的にも向かないと感じます。ここら辺はネガな部分ですね。
あと気になるのは長さと重さ、それからレバーのバチンという操作感です。本体サイズはレンジに対して長すぎる、重すぎると感じています。トルクがかけやすいのはメリットですが、低レンジでの過失誤差が大きくなりやすいですし、一日中持ったまま作業するような用途では厳しい重さとも感じます。レバーについてはなぜここまで硬くしたんだろうと感じました。開けるときは重いですし、閉めるときもバチンってなるの嫌でそーっとやっちゃうっすね。機構的に硬さが必要なのかもしれませんが、感触は悪いです。今後の改善を期待したいです。ワールドインポートさんの板バネトルクレンチ、これは売れるだろうなと感じた製品です。個人的にはスタビレ派っすね。使い比べてみて操作感、サイズ感に質感全ての部分でスタビレがやっぱいいなってなりましたが、最近びっくりな値上がりしてまして進めにくいというのも事実。リーズナブルに板バネ試せるワールドインポートさんのこちら DIY ならこっちかも。用途に合いそうでしたらお試しください。3つ目、オーライトさんのライトオークリッププロ。ハンディライトといったら筒タイプと思っていましたが、この四角なライトは気に入りました。手頃なサイズ感、スポット、フロード光の選択に、背面にはマグネット付きのクリップを備えた小型のライトです。クリップのおかげで気軽に収納。工具バッグの手提げ部分に留めておいてさっと外して使えます。バッグの中を照らすのから始まり、倉庫に物を取りに行くお供にもなる。クリップで服に留めるのが簡単なので、探し物で両手開けたい時もすぐに便利。スポット光で機械の一部をはっきり見たり、フロード光で整備対象を広く照らしたり。操作ボタンは小ぶりですが押しやすく、気軽に使える手軽なライトなのに様々場面に対応ができます。とても気に入ったライトです。またオーライトさんの小型ライトとしては、ミドルの出力がわずかに上昇したというのもお気に入りなポイント。今作の85ルーメンはちょうどよく感じてます。ベースのオークリップというモデルに対してバッテリーが大型化したというのも素敵。絶対に安心っていう容量ではないですが、バッテリー切れは少なくなりました。それから色味が良くなったっすね。ベースモデルのオークリップでは光が黄色み強かったのですが、プロになって白側へかなり改善がされました。ネガはほとんど感じていません。強いてあげると良さを伝えるのが難しいということと、そのため値段が高く感じるということ。しかし私も当初は懐疑的でしたが、製品の仕上げは美しいですし、使い勝手は素晴らしく、作業ではほぼ毎回使っているアイテムです。先代のオークリップも扱いやすいライトでしたが、プロ味わってしまったらもう戻ることはないっすね。これはおすすめしたいライトです。オーライトのオークリッププロ、お手軽ライト探している方、ぜひご検討ください。2024年、今年もお世話になりました。どのような1年でしたでしょうか。皆様、良いお年をお迎えください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。